それでは ABC モデルについて解説します。これは一般的な花のイメージです。この花のイメージを上から眺めてみます。上から眺めるとこんな感じです。花ってものすごくたくさん種類があるから、これはその中の一つの例ね。一つの例のイメージ。チェックしておきたいことはただ一つで、一番内側にはめしべがある。で、その少し外側におしべ。で、その少し外側に花弁。そして一番外側に萼片が作られているということです。こっちの右の図はもっと抽象的にこれを見た図ね。一番外側に萼片が作られる領域がある。で、少し内側に花弁が作られる領域。もっと内側におしべが作られる領域。で、一番内側にめしべが作られる領域があると考えることができるよね。花に存在するこれらの構造の形成には3種類のクラスの遺伝子が関わると考えられています。その3種類とは A クラス遺伝子と B クラス遺伝子と C クラス遺伝子です。花の形成に関わる様々な遺伝子が3つのクラス A、B、C に分類されています。あまり気にしなくていいけど、例えば A クラス遺伝子って言ったって、これは別にただ1個の遺伝子を指しているわけではありません。A クラス遺伝子っていうのは、実際は A 活性を持った遺伝子のこと、A の活性を持った遺伝子のことで複数存在します。ちなみにこの図をちょっとだけリアルに描くとこんな感じね。A と C でできた台の上に B というバームクーヘンが乗っている。それを台ごと切ってその断面を見ているイメージね。じゃあちょっとこの図について詳しく見ていこう。これはどういう図かというと、A クラス遺伝子しか働いてない場所は萼片が形成される。B クラス遺伝子と A クラス遺伝子が働いている場所には花弁が形成される。B クラス遺伝子と C クラス遺伝子が働いている場所にはおしべが形成される。そして C クラス遺伝子しか働いていない場所にはめしべが形成される。そういうことを表した図です。じゃあこれからこの図の左半分を見ていこう。さっきの図の左半分を簡単に描いたものがこれです。一番外側から萼片、花弁、おしべ、めしべが形成されています。注目してほしいのは、ちょっとこの赤い棒でそのイメージを描いたんだけど、A と C っていうのはね、互いに抑制し合っています。A と C は互いに相手を抑制し合ってます。A と C は相手の発言を抑制して、その活性を排除するような機能も持ちます。イメージとしては、A と C がお花見で場所取り合戦をしているようなイメージね。A と C がお互いに、おい邪魔だよ、もっとあっち行けよって言ってる。お前こそあっち行けよみたいな場所取り合戦をしてる。みんなはそんな風に喧嘩をしてはいけないよ。もし喧嘩してる人がいたら、ね、ABC モデルみたいだなって思う。ね、ABC モデルのね、A クラス遺伝子と C クラス遺伝子みたいだなって思う。では、A、B、C、それぞれが働かなくなっちゃった時に、どんな構造が作られるかを一緒に見ていこう。はじめに B が働かなくなっちゃった場合を見てみよう。B が働かなくなっちゃった場合は、外側から萼片、めしべが形成されます。正常な場合と見比べてみよう。右上に正常な場合の図が示してあります。本来花弁ができる場所、ね、A と B が働いて花弁ができる場所は B がないから萼片になってしまっています。本来 C と B が働いておしべになるはずだった場所は B がないもんだからめしべになってしまっています。次は A が働いていない場合、外側からめしべ、おしべ、めしべが形成されます。C が発言の範囲を広げていることに注意ね。A と C は場所取り合戦をしていたんだよね。A がいなくなったから C がもともと A がいた場所にまで進出してきたんだね。正常な場合とも見比べてみよう。本来愕片が形成されるはずだった場所は A の代わりに C が入ってきてめしべが形成される。で、本来花弁が形成されるはずだった場所はやっぱり A の代わりに C が入ってきておしべが形成されている。最後に C が働かなくなった場合、
その場合、外側から愕変、可変、可変、愕変が形成されると考えることができます。では、正常な場合とも見比べてみよう。本来、おしべが作られるはずだった場所。B と C が働いて、おしべが作られるはずだった場所は、C の代わりに A が働くようになって、可変になっている。B と A が働いて、可変になっている。で、C だけが働くはずだった場所。めしべが作られるはずだった場所は、C の代わりに A が働くようになって、愕変が作られる。で、最後に、これすごくテストに出るんだけど、今まで説明してきた A、B、C とかって、どれかが壊れたら、本来できるはずじゃなかった構造ができちゃうじゃないですか。だから、A とか B とか C の活性を持った遺伝子って、ホメオティック遺伝子なんだ。ホメオティック遺伝子って、どこに何を作るかを制御している遺伝子っていうイメージね。ホメオティック遺伝子が壊れちゃうと、ある場所に、本来全然別な場所にできるはずの構造ができちゃったりする。まさにそういう話をしてきたもんね。あれ、本来愕変ができるはずなのに、メスベになってるとかね。では、ABC モデルについての解説でした。もう一回復習してみてください。